ゆるパパのほびちゃん。はい、こんにちは、ゆりパパです。前回の動画の続きですね。シャア専用ザクをかわいい、ロボットですね。女の子らしい、美人ロボットですかね。かわいい女の子らしい、なんていうんですかね。美しいロボットってかわいい、かわいいですね。かわいい、女の子みたいな、ロボットに改造します。形状はだいぶ良くなってきたと思うんですが、そうですね。今回の動画で仕上げます。合わせ目を消して、色をつけます。だいぶですね、目標があってですね、オリックス・バファローズのマスコットキャラクターですね、バファローベルですね、ベルタソを目標としてます。もうあれぐらい可愛くしたいっていうですね、目標ですね。はい。はい。では、動画、見てください。
シャーザク HG と、BB 戦士ですね。SD のシャーザクです。色つけました。で、この2つを、合体させてですね、まあ、なんて言ったらいいんですかね。中二病改造ですね。中二病改造。まあ、目標として作ったのは、バファローベルですね。で、色つけたこれ、もう、まあ、単体で色ついた状態ですね。実際に色つけたのは、もう、改造しながら色つけたんですね。で、これ、まあ、だから、改造、HG と、BB 戦士ですね、SD ガンダム、SD のですね、ザクですね。これは、このまま、だから差し替えられるように作りました。これをですね、今から、中二病の、かわいいザクですね、ザクタソ。ザクタソ、ザクタソ、ベルタソ、まあ、ベルタソを目指したんでですね、ちょっとザクタソと言いますね。まあ、ザクタソと言います、これから。もうちょっといろいろ面倒なんでですね。ザクタソに改造します。ザクタソですね。この2つと、あとパーツです。パーツもちょっと説明しますね。これはプラバンとプラバーで作りました、パーツですね。色をつけてあります。あと首ですね。これはオリジナルですね。だから自作の、パーツです。腰はだから2種類ですね。短い腰が短いのと、長い腰ですね。あと首ですね。首を長くするために首のパーツを作りました。はい。でですね、ちょっとこのパーツの説明しますね。腰と首を長くするだけではないんですね。要は軸ですね。差し込みの軸がですね、ずれてます。こうやって上半身と下半身分けた時にですね、腰を入れる時に差し込みの軸がですね、同軸じゃないんですね。同じ位置に差し込みの軸が入ってないです。わかりますかね。位置がずれてるんですね。穴とですね、こう上につながる軸がですね、ずれてるんですね。これはなんでそうしたかっていうとですね、まあ S 字ですね。腰がこう、軸をずらすことによってですね、腰の軸をずらすことによってですね、バストアップ、ヒップアップが可能になってくるんですね。ヒップアップの表現がですね。これはちょっと背筋が伸びたような感じですね。で、腰の軸を回転させると、ちょっとバストアップ、胸が出てるような感じになってきます。首もですね、この状態だと、やっぱちょっと猫背みたいに見えるんでですね、首の軸もですね、位置がずれてます。胴体と頭がですね、つながる軸がですね、ずれていてですね、こう猫背にならないようになってます。ですね。はい。あとですね、こちらは改造パーツですね。このスカート部分は、こちらのファーストグレードですね。旧ザクですね。これは何だろうな。まあ、これも144分の1スケールですかね。昔のザクですね。こちらの方ですね。腰のパーツ使いました。スカート部分のパーツですね。こちら改造パーツですね。あとですね、手ですね。あれ、女の子らしい手の表情ですかね。手がですね、まあ、グーとかですね、
付属の手だとですね、ちょっとどうしても男らしい、なんですかね、力強いイメージの手になってるんでですね、こちらのなんだろう、シルエットブースターっていうのなんですかね、こちら、改造パーツっていうんですか、なんだろうな。はい、この手ですね、これが一応、中身は、要は、連邦軍でもジオ軍でも使えるようなパーツなんですよね。で、なんか説明にはそうなってるんでですね、一応これ、中はこう緑色なんですけど、一応シャーザクの手としてですね、この手の開いた感じがちょっと可愛いんでですね、こちらの方の手を使います。はい。じゃあですね、これを、ベルタソ、ザクタソですね、バッファローベルみたいな、シャーザクに、組み上げます。はい、これで完成です。ザクタソですね。かわいいシャザク。私なりにですね、ゆるいパパなりに、追求したなんかちょっとちょっと危ないですかね。うん、シャーザクですね。かわいいシャーザク、です。うん、非常にちょっと危険な香りがしますかね。バッファローベルですね。理想としてはバッファローベルの可愛さを、追求しましたみたいなですね、プロポーションですね。うん、これはなんか腰が短いバージョンですね。だからすごく、足が長すぎるっていう印象はありますよね。ちょっとこれだとですね。上から見るとそうでもないんですけどね、やっぱちょっと横から見るとですね、ちょっと足長すぎるんじゃないかっていうような、ところはあります。でですね、それを緩和するためにもう一つ作りました銅ですね。銅の部分を、あと5ミリですね、長くするパーツですね。これで胴体長くなってます。足と胴体のバランスは、悪くないかと思いますね。あ、そう、首つけてなかったですね。あともう一つ忘れてましたよ。首ですね。首も長くします。こうですね。首も長くして胴も長くしてですね、足の長さに対して胴体頭からそうですね足の付け根までの長さがですね、ちょうどいい感じかなと思うんですね。バランスは悪くないと思うんですけど、やっぱちょっとスマートすぎるって言いますかね、長身すぎるって言いますかね、腰が長くなった分ですね。横から見てもそんなにおかしくないかなと。これちょっと、先ほど首つけてなかったんですね。腰が短いバージョンの、ちょっと首がついた状態ですね。これも可愛いですよね。うん。ちょっと若干足が長すぎるかなっていうようなのはもうあるんですけどね。うん、バランス取りたい
ですね。もうちょっと足のところを改造して、もう足を短くしてもいいのかなってはあるんですけど、HG とですね、SD ガンダムの方も活かしたいんでですね、SD ガンダムと HG ガンダム、さらにこの改造ですね、どれもですね、組み替えで、組み替えできるようにですね、作りました。なのでですね、あまりその致命的って言いますかね、それぞれの、SD の見え方、HG の見え方ですね、さらに改造の見え方とですね、おかしくならないように、組み替えた時にですね、おかしくならないように、作ったんでですね、ちょっとその大きな各パーツの大きな改造はやっていません。子供の、いらないっていう部品があったんでですね、こういうのを使えばよかったんですけどね、さらにもうですね、現時点でですね、この旧ザクですね、のパーツ使ってるんでですね、こちらの方の足使って、ですね、もしそれをこの足を短くするとかやるっていうんであればですね、こちらの方を使ってやろうかなという考えではあります。やらやらないですよ。もしやるんであればですね、もう現時点ではやらないです。もうこれで止めときます。もうここまですごい時間かかってるんでですね、もうですね、予想以上に時間がかかってますね。はい。じゃあですね、それぞれの見え方ですね、そうですね、撮影台に載せて、撮影しますので、そちらの方を見ていただいて。はい、どうですかね、4パターンですね。ちょっとポーズが違うパターン見ていただきましたけど、違い分かりましたかね。私はですね、この腰が短いですね、バージョンですね。今ちょっとスカート取ってますけどね、スカートがないとこういう感じになります。やっぱちょっとスカートがないとですね、ちょっと違和感ありますよね。違和感あるっていうか、ちょっといやらしくなっちゃうって言いますかね。太ももがあらわになってるってですね。やっぱスカートがないとですね、やっぱり、変かなっていうのはであります。反省点、ちょっともうちょっと詳しく説明すればですね、股間はですね、腰とですね、足のはワイヤーでつけてあります。でですね、今までワイヤーはあらかじめ中に組み込んでたんですね。ただ今回はですね、もう合わせ目を消したかったんでですね、もうワイヤー入れずに接着しました。で、ワイヤーを通す穴はですね、もう貫通させてあります。だからもう一回もう組み上げてですね、
この、組み上げて、合わせ目も消してですね、塗装もして、で、それで、その状態でワイヤーを通せるようにですね、あらかじめ横からこう、横に穴を開けてあります。ですね。だからワイヤーがもう通ってるのがもう目に見えてるんですね。見えちゃってるんですけど、ここはスカートでですね、隠すことができるんでですね、そこはそんなに気にしなくてもいいかなっていうような、そういう計算ですね、思惑です。ワイヤーだからズゴックの時は合わせ目消してないですよね。改造ワイヤーが切れてもいいようにですね、ワイヤー取り替えやすいように接着とかしてなかったんですけど、これはもうワイヤーを中に組み込まずに外から入れてあるんでですね、そういう心配はないですね。そういう利点はあるんですけどね、ちょっと見え方が悪くなってしまうっていうような欠点がですね、あります。で、HG と SD とですね、交換ですね、この足が、合う合わないっていうのはですね、どうしても、ものによって違いますからね。こちら、エアリアルですね。これ、SD のエアリアルなんですけど、これは横からなんでですね、これを、だから、こっちに、ちょっとやっぱり、これはダメか。でも、こうやって、ちょっと多少工夫すれば、つけることができるような、感じにはなってるんですけどね。ただこの SD のですね、シャーザクはですね、上の方に足がつくような感じになってたんでですね、これ何の SD かわからないんですけど、こういう組み合わせなんでですね、縦と横の、足の付け方がですね、縦と横でですね、HG と SD で違うんでですね、ワイヤーで付けてあります。長く、ちょっともう、やっぱこれやっぱりこういう改造ってやっぱ時間かかりますよね。どうしても色も塗ってありますしですね、こういうプラ板、プラ棒で作るような、自作するようなものがあるとですね、ちょっとすごく時間がかかっちゃいますよね。いざ改造しようかなと思ってですね、やるとですね、とてつもなく時間がかかっちゃうですね。そういうのは、もちろん趣味でですね、趣味なんでですね、それは人それぞれだと思います。時間のかけ方ですね。でもですね、積みプラありますよね。作ろうと思って買ったものをですね、作らずに取ってあるっていうんですね。結局、それが、作れずに処分しちゃうっていうのはよくあるパターンですよ。私とかも、いろいろ買ってですね、結局、作ったり作りかけのものをですね、引っ越しとかでですね、あえなく処分するっていうのはですね、あるんでですね、あと年齢的なところですね、もうすぐ60歳ですからね、そういう中でですね、定期的に、プラモデル買ってたらですね、とてもじゃないけど消化しきれないですよね。でも、こういう改造もそうですね。こういうことやるとちょっととってもじゃないけど、消化できないんでですね。もうちょっと、作り方考えないとダメですよね。色を塗らずに素組みだけにするとかですね。成型色だけで作るとかですね。もうちょっと効率も考えないとですね、いけないかなっていうような感じもします。普段私色つかないんですよ。これ YouTube だからですね、色つけたんです。これはちゃんと作りたかったというのはあるんでですね、やはりここまでやるんであればですね、可愛くしたいっていうのはありましたしですね、色もつけて見せたい、皆さんに見せたいっていうのはありました。あと目ですね、物合いですね、物合いをやっぱ女の子らしくしたかったんですね、この金属の、100均の、金属のフレームですね、釣り具を使った、金属フレーム、これスプリットリングですね。金属のリングの目は外しました。
目を可愛くしたかったんですね。一つ目で可愛くするのがちょっと難しいかなと思ったんですけど、やはり目って、目の縁っていうのは、やはりアイシャドウって言いますかね、黒くした方がですね、可愛いと思ってですね、これはだから、プラボですね、8ミリのですね、プラボです。8ミリのプラボで加工して、黒く塗りました。本当を言うとですね、まつげもつけたかったんですけどね、まつげ、もしくは2つ目ですね、2つ目にしようかなとも思ってたんですけど、まあ、これ1つ目にですね、シャーザクの形状で可愛くですね。はい。はい、どうですかね。皆さんの感想あればお願いします。バッファローベルですよ。可愛く、そうですね。どうでしたね。可愛いシャーザク。そう、SD 可愛いですよ。SD は可愛いんですけどね。ただやっぱり、なんですか、やっぱり女の子らしい可愛さってなかなかないですよね。こういうガンプラとか、なんですかね、30ミニッツとかもそうだとは思うんですけどね。なかなかそのロボットで女の子らしい可愛いロボットっていうともうですね、もうアンドロイドとかってなってくるとちょっとまたその美少女フィギュアになっちゃうんでですね、可愛いセクシーっていうのはあるかもしれないですけど、本当ロボットの形状でですね、可愛いっていうのをですね、ちょっと一回追求したかったんでですね、はい。まあ何か、批判でも構いませんし、何かあればですね、コメントお願いいたします。はい。以上、ご視聴ありがとうございました。ザクタソですね。